皆さんはアニメザ・シンプソンズを見たことがありますか？ 1989 年に放送がスタートして以来30年以上続く長寿アニメとして世界中のファンに愛されています。しかしシンプソンズにはある奇妙な特徴があることに気づいているでしょうか？キャラクターが年を取らない。普通のアニメやドラマならキャラクターが成長したりストーリーが進行したりします。しかしシンプソンズの世界では30年以上経ってもバートは10歳のまま、ホーマーは相変わらずドーナツを食べ続けています。これは単なるアニメの都合なのか、それともシンプソンズの世界はループしているのではないか。実際にシンプソンズの世界には不自然な点が多く存在します。今回はファンの間でも話題となっているシンプソンズの世界がループしている説について徹底検証していきます。検証する3つのポイントはこちら。何度も繰り返されるエピソードのパターン。シンプソンズの世界はリセットされている。キャラクターがループに気づいている可能性。彼らのメタ発言には意味がある。ループを引き起こしている真の原因とは、シンプソンズの世界は作られた現実なのか。これらを踏まえてシンプソンズの世界に隠された謎を紐解いていきます。1、何度も繰り返されるエピソードのパターン。シンプソンズを見ていると、この話稀にも見たことがあるようなと思うことはありませんか？実はシンプソンズには何度も繰り返される展開が多く存在します。例えばホーマーが仕事をクビになる。しかし次の回では元通りにバートが大きないたずらをしても結局何事もなかったかのように学校へ通う。リサが環境問題に目覚めて活動するが結局何も変わらない。これは単なるストーリーの都合なのか、それとも意図的にリセットされているのか。次に特に顕著なループ現象が見られるエピソードをいくつか紹介します。ホーマーの転職エピソード。ホーマーはたびたび職を失いますが、いつの間にか元の職場に戻っています。代表的な例として以下のエピソードが挙げられます。シーズン3、原子力発電所をクビになる。別の仕事に就くが次の回では元通り。シーズン10、宇宙飛行士になる。次の回では普通に家にいる。シーズン15、有名シェフとして成功する。しかし次のエピソードではまた工場勤務。これらのエピソードではホーマーの人生が大きく変わったように見えても、次の回では必ずリセットされ元の状態に戻っているのです。バートのいたずらエピソード。バートは何度も学校を爆破しかけるや大統領にいたずら電話をするなどの問題行動を起こしますが、毎回なかったことになります。シーズン5、校長先生を騙して学校のルールを変更。でも次の回では元通り。シーズン12、天才バートとして評価される。でも次の回では普通のバートに戻る。これらのパターンからシンプソンズの世界は何が起こってもリセットされる構造になっていることがわかります。家族の関係性の変化がリセットされる。シンプソンズではキャラクター同士の関係が大きく変わる回もありますが、それも必ず元通りになります。例えばホーマーが家族に愛想をつかされる。でも次の回では何事もなかったように一緒に暮らしている。リサがバートを見捨てる。でも次の回では普通に戻りか変わっている。マージがホーマーと別れようとする。でも結局は元通りの夫婦に戻る。これらの現象もまた世界がループしている証拠として考えられるかもしれません。シンプソンズのエピソードは何度も繰り返される展開が多いだけでなく、キャラクターたちの人生に大きな変化が起きたとしても次の回ではリセットされるという特徴があります。ではキャラクターたちはこのループに気づいているのでしょうか？次の章ではキャラクターたちがループの中にいることを示唆するメタ発言を検証していきます。2、キャラクターがループに気づいている可能性。シンプソンズの世界ではキャラクターたちが何度も同じような出来事を経験し、最終的には必ず元の状態に戻ります。しかしここで疑問が浮かびます。キャラクターたちはこのループに気づいているのではないか。実はシンプソンズのエピソードの中にはキャラクター自身がループの存在に気づいている可能性を示唆する発言や行動が多く登場します。ここではその証拠となる3つのポイントを検証していきます。メタ発言。これ前にもやったよな。シンプソンズはしばしば作品の世界の外側を意識した発言が登場することで知られています。しかし単なるジョークに見えるこれらのセリフの中にはキャラクターが自分たちの世界がループしていることに気づいている可能性を示唆するものがあるのです。例えば
以下のような発言が確認されています。これ前にもやった気がするな。なんで俺たちずっと10歳と38歳のままなんだ。何度も世界を変えようとしてるのに結局元に戻るのよね。この街にはもう何十年も変わらない何かがある。これらの発言はシンプソンズのキャラクターが自分たちがループしていることに気づきつつあることを暗示しているようにも思えます。特にバートの発言は視聴者が長年疑問に思っていることをそのまま代弁しているように聞こえます。まるで彼が自分たちがアニメのキャラクターであるという事実を理解しているかのようです。夢や幻覚の中でループの外を見てしまうシンプソンズのエピソードの中には、キャラクターが夢や幻覚の中で現実とは違う世界を垣間見る場面が何度も登場します。これらのシーンの中にはループから抜け出した世界を見てしまっているのではないかと考えられるものがあります。例えば次のようなエピソードが存在します。ホーマーが未来の自分と会話する回。でも結局未来は訪れず現在に戻る。バートが別の次元に迷い込む回。元の世界に戻ると全てがリセットされる。リサがもし自分が別の人生を歩んでいたらという世界を見る回。最後には夢落ちで終わる。これらのエピソードではキャラクターが一時的にループの外に出ているかのように見えます。しかし最終的には必ず元の世界に戻り何事もなかったことになってしまいます。もし彼らがこの夢や幻覚の中で見た世界こそが本来の現実だとしたら、そしてループの中にいることを忘れさせるために毎回リセットされているとしたら、考えれば考えるほどシンプソンズの世界が閉じ込められたループの中である可能性が高くなっていきます。最終回にまつわる謎、ループからの脱出。シンプソンズは現在も放送が続いているシリーズですが、もし最終回が作られるとしたらどのような結末になるのかという議論が長年ファンの間で行われています。その中で特に有名な説が、最終回ではシンプソンズのキャラクターがループから抜け出すのではないかというものです。例えばあるファンの考察では、最終回ではバートがある日突然自分が今まで何度も同じことを繰り返していることに気づき、シンプソンズの世界の秘密を暴こうとするというものがあります。しかしそれを阻止しようとする何かが働き、最終的にバートは記憶を消され元の生活に戻ってしまう。また別の考察では、最終回でホーマーが今までの出来事が全て作られた世界だったと気づき、家族と共にループから脱出するというストーリーが描かれるのではないかとも言われています。もしシンプソンズの世界が本当にループしているのなら、最終回でそのループがついに終わることが描かれる可能性は十分にあるでしょう。キャラクターたちはループを理解しているのか。今回検証したように、シンプソンズのキャラクターたちは自分たちがループしている世界の中にいることに気づいている可能性が高いです。メタ発言で時間が進まないことを指摘する。夢や幻覚の中でループの外の世界を垣間見る。もしかするとシンプソンズのキャラクターたちはこの世界が異常であることをうっすらと感じながらも、それを意識させないようにプログラムされているのかもしれません。そしてこのループを抜け出す方法はまだ誰にも分かっていないのです。次の章ではそもそもこのループを引き起こしている真の原因は何なのかという謎に迫っていきます。3. ループを引き起こしている真の原因とは。シンプソンズの世界がループしている可能性について、ここまでの考察で様々な証拠を挙げてきました。エピソードの展開が何度も繰り返される。キャラクターたちがこの世界がおかしいと気づいている発言をする。夢や幻覚の中でループの外の世界を垣間見ている。ではこのループは一体なぜ起こっているのか。シンプソンズのキャラクターたちはなぜ永遠に年を取らず同じ出来事を繰り返してしまうのか。ここではループの真の原因として考えられる3つの説を紹介していきます。テレビ番組としての都合説。ループは番組存続のための必然。まず最もシンプルな説は、シンプソンズは長寿アニメだからキャラクターが成長するわけにはいかないといういわばメタ的な事情によるものです。実際にシンプソンズのような長期間続くアニメでは以下のようなパターンが一般的です。キャラクターは年を取らず基本的に変わらない。ストーリーがリセットされることで視聴者がどのエピソードからでも楽しめる。成長や変化があるとシリーズの一貫性が保てなくなる。特にシンプソンズは1話完結型のコメディであるため、ストーリーを大きく変えることが難しいという事情があります。そのため
キャラクターが同じ状況にとどまるイコールループのように見えるだけで、実際にループしているわけではないというのがこの説です。しかしそれならメタ発言や夢の中でループの外を見てしまう現象の説明がつきません。そこで次の制作側が意図的に仕掛けている説を考えてみましょう。制作陣が意図的に仕掛けたループ説。シンクソンズは終わらない世界を演出している。シンクソンズの脚本家たちはしばしばメタ的なジョークや視聴者の予想を裏切る展開を好むことで知られています。例えばシンクソンズには以下のようなエピソードがあります。もしシンクソンズの世界が終わるとしたら、というパロディ回。キャラクターがこの世界がフィクションであると自覚する回。過去のエピソードを意図的に繰り返し視聴者に違和感を与える回。これらの演出はシンクソンズの世界が意図的にループ構造になっていることを示唆しているようにも思えます。つまり制作陣があえてループしているような演出を入れることで視聴者に違和感を抱かせるようにしているのではないかという説です。もしこの説が正しいなら、シンクソンズのキャラクターたちは本当はループしていないのにあたかもループしているかのように錯覚させられていることになります。しかしそれでも説明がつかない点があります。それはシンクソンズの世界には現実世界ではありえないようなループ現象が発生していることです。例えばホーマーが旬でも何事もなかったかのように生き返る回がいくつもあります。また未来のシンクソンズが描かれた回でも最終的には必ず現在の状態に戻ります。そこでさらにもう一歩踏み込んで次の説を考えてみましょう。シンクソンズの世界は作られた現実説、実はシミュレーション世界だった。シンクソンズの世界は現実世界とは異なる法則で動いているように見えます。どんなに無茶苦茶な展開が起こっても最終的にリセットされる。キャラクターが年を取らず何十年も同じ生活を続けている。これは作られた世界ではと示唆するような発言がたびたび登場する。これらを踏まえるとシンクソンズの世界は実はプログラムされた仮想現実なのではないかという考えが浮かびます。これは SF 作品などで語られるシミュレーション仮説とも関連しており、私たちの現実世界ですら実は誰かが作り上げたシミュレーションかもしれないとする考え方です。もしシンクソンズの世界が何らかのシミュレーションであるとすれば、以下のような仮説が考えられます。シンクソンズのキャラクターたちは単なる AI のプログラムであり、自分たちがループしていることには気づいていない。しかし一部のキャラクター、特にバートやリサはループの存在に気づきかけている。彼らがループを抜け出そうとするとシステムが自動的に元の状態に戻すように調整する。この説に基づくとシンクソンズの世界は何者かによって管理されている可能性があるということになります。それはシンクソンズの制作者なのか、それともさらに上位の存在なのか。最後にループの真の原因とは、今回紹介した説をまとめると、テレビ番組の都合説、ループしているように見えるのは単にアニメとしての構造上の問題。制作陣の仕掛け説、意図的にループを演出し視聴者に違和感を与えている。シミュレーション仮説説、実はシンクソンズの世界は作られた現実であり、キャラクターはプログラムの一部。どの説が正しいのかは分かりませんが、確実に言えるのはシンクソンズの世界は何かがおかしいということです。シンクソンズの世界は本当にループしているのか。そしてもしループしていたとしてキャラクターたちはそのことに気づいているのか。この動画を見てあなたはどう思いましたか。ぜひコメントで意見を聞かせてください。それではまた次回お会いしましょう。